はい、今回は海外ゲームを遊ぶ際に必ず問題になる英語について話そうと思います。現在は英語のゲームというと自動翻訳ツールや非公式の日本語化モッドがあったりしますが、自分の場合ですけど、これらは使っていません。この自分、カナリーイエローの英語力を表すと、タイトル通りです。とりあえず躊躇はしない。Steam でゲームを買うとき、自分でやる分には日本語ありなしあまり気にしなくなりました。動画を作るときは日本語あった方がいいんですけど、これはあくまで買う段階の話であって、実際買った後にやっぱり難しくて読めませんっていう時もありますし、英語は優しいけどゲーム内容がいまいちでプレイしないというケースもあります。ですが、ここ数年で英語力というか、英語に対する意識の変化ですね。それを経験して、だいぶゲームの選択肢が広がりました。今回はゲームを買う上で役立つかもしれない英語力を伸ばすポイントを3つ紹介したいと思います。ポイントは3つあって、1番、毎日英語を目にする環境を作る。2番、辞書は引かない。3番、英英辞書を使う。この3点を順番に説明していきます。それから、現在、カナリーイエローの場合は、ゲームをする際に、外部ツールやディープ L は絶対使わないんですけど、この理由も最後にお話しします。はい、まずは1番、英語を目にする環境を作る。自分の場合は、仕事の関係で、ちょっと英語を読んだり、あと海外のサイトから、必要なソフトを購入したりとか、もともとそういう生活をしていたんですけど、はっきりと英語が読めるというふうに実感した出来事があって、それがやっぱりダンジョンクロールストーンスープをやりたい。そう、この最新版がやりたいということだったんですね。いや、これ結構前ですね。バージョンが 0.16 とか、そのあたりです。英語を目にする環境を作るっていうと、海外に行くとか、英会話に通うとか、ハードルが高そうなんですけど、そういうことじゃないと思うんです。そう、我々にはゲームがありますね。特にローグライクはある意味で極限状態ですよね。英語を読まないと死ぬわけですから。そう、だから、なるべく日本語化があるゲームでも英語でやってみるとか、そういう工夫をして、なんとかして毎日英語を見る環境を作っておく。やっぱそれが一番ですよね。で、ポイント2番目は、辞書は引かない。特に Google 翻訳や DeepL は要注意ですね。ああいったツールの厄介なところは、文章ならいいんですけど、この英単語を日本語の一単語で単純に置き換えてしまう。それがあまり好きではないんですね。この言葉というのは、そう簡単には他の言語の単語に交換できるわけではなくて、その言葉の生い立ちとか、細かいニュアンスとか、あと場合によっては意味が複数あったりします。ある英単語を日本語の言葉で一個だけで覚えておくと、その瞬間はそれでいいんですけど、他の文脈ではその英単語の意味がわからなかったりしますね。そういう危険があります。昔からよく言われるのが、わかんない英単語は前後の文章から意味を推測する。あと個人的にやっているのが、その単語に出会った時の印象を大事にする。例えば英語のゲームで難しい単語があったら、そのゲームの映像と結びつけて覚えておく。ある英単語を日本語とは対応させず、その印象とか概念として自分の中に増やしていく。ちょっとわけわかんないですけど。で、これは辞書は引かないと言いましたけど、英語のあるクラスをしていると、わかんない単語っていうのは、いずれ辞書は引きます。例えば YouTube 動画を作るとき、あと海外の人向けにメールを書くとき、そこはさすがに間違ったことは言えないので、Google 翻訳は使っています。何が言いたいかというと、ゲーム中はなるべく辞書を引かないで、その映像や前後の文章から意味を推測してみる。いずれは辞書は引くんですけど、その前の段階として自分で考えてみるのがおすすめです。それから、どうしても辞書を引く場合、もう最高におすすめなのが、こちらです。英英辞書。自分の家にはオックスフォードが置いてあります。で、これもし時間があったら立ち読みしてほしいんですけど、やばいですよね。英語で英語を説明する。でもこれを使い続けると、頭の中で英語の文章を日本語に変換する作業を飛ばして、英文の意味がダイレクトに入ってくる感じになります。英文章をちゃんと読もうとする人ほど、単語に区切って分けてしまう。今多分例文が映ってますが、やっぱり私がとか、
あなたがとか全部読んでしまう。なんですけど、この英語を英語で理解すると、単語ではなくて、文章全体がバーって入ってくる感じになります。なんというか説明できないけど、俺は分かってるみたいな。まあさすがにこれは翻訳の仕事や受験勉強ではアウトですけど、個人でインディーゲームをやる分には、これでいいじゃんって思うんですよね。それから最後に、現在の自動翻訳や DeepL について、まあ使ってもいいんですけど、Google 翻訳の場合はこれを見てください。詳細を見る。これクリックします。で、この定義を英語で覚えとく。これよく使ってますね。で、個人的に DeepL を使わない理由としては、やっぱりこの機能がないんですよね。これは海外でも Google 翻訳より DeepL の方が精度が高いと勘違いする人がたまにいるんですけど、DeepL っていうのはまとまった文章を突っ込むとそれっぽい意味の違う文章に変換するツールだと思うんですよね。だからそれってゲームのローカライズとは違いますし、学習向けとしても使いづらいんですよね。そう、なかなか自分の語彙が増えていかないわけです。はい、というわけで今回は個人的に実践している英語力を伸ばすポイント3つでした。まとめると、ゲームをしろ。辞書は引かない。でもどうしても辞書を引くときは、英英辞書を買う。この3点でした。これが少しでも皆さんのゲームライフのお役に立てれば幸いです。それでは、かなりイエローがお送りしました。